どうも大キングです。さあ iPad ね出ましたね。今回はざっくり何が出たかっていうのと、iPad Pro ね買ったのかどうかっていうところですよね。結論から言うと買ったんですけどどうしてすごい iPad Air と Pro 悩んだんですけど、どうしてその買ったかみたいなところもお話ししたいと思います。どのモデルを買ったのかとかでですね、昨日がApple の発表がありまして、 iPad Pro、iPad Air と Apple Pencil とマジックキーボード出ました。詳しくは昨日、ライブ配信もしてますので、これ見てもらってもいいんですけど、なので、まず iPad Pro ですね。Apple 製品、今までの Apple 製品の中で一番薄くなりました。噂されてました、ウルトラレティナ XDR っていうのが有機 EL ですね。2枚重ねのすごい明るいディスプレイになってます。まさかの M4 チップですね。M4 チップが搭載されました。これはびっくりしましたね。で、バッテリーは今までと同じっていうところかな。かなり薄くなってるんでね、性能上がってバッテリー同じっていう感じになってます。予約はね、もう始まっておりまして、来週発売ですね。5月15日発売になっております。iPad Air ですね。今までの10インチのモデルと13インチのモデルがですね、新しく出ました。で、こっちディスプレイに関してはリキッドレティナなので、液晶ディスプレイって今までと一緒になってます。なんか微妙にね、13インチの方がちょっとね、画面が明るくなったりしてます。で、M2 チップ、あと横向きのフロントカメラとか、これはでもプロも入ってますね。基本的なデザインは変わってないですが、価格がかなりね、求めやすいというか、プロがね、16万円ぐらいになってるので、Apple Pencil もね、新しく出ました。第3世代、Apple Pencil、Pro という名前になりまして、スクイーズ、噂されてた、握ってですね、操作するスクイーズだったり、バレルロールっていうですね、ペンを回転させることで太さをね、変えれたりとか、触覚フィードバックっていうですね、ギュッて握ったら、フィードバックが返ってくる。すごい直感的に、本当にペンみたいな使えるようになりましたね。はい、探す機能も対応しました。のがね、昨日のざっくりとしたね、内容になります。なので、まずはね、iPad Pro かな、見ていきたいと思います。はい、聞いたな、すごいの、この出方が。はい、iPad Pro ですね。ありえない1枚。ありえない1枚ですね。薄いってことかな、ありえないぐらい。で、価格がですね、16万8800円から、おーい、なっております。で、5月15日発売です。はい、さっき言ったように 5.1mm。これでも13インチかな。レティナ XDR ですね。有機 EL が入りました。めっちゃ綺麗。で、M4 チップですね。びっくりしたね、これはね。パフォーマンスとグラフィックス向上しております。で、iPadOS もしっかり新しいの入って、Apple Pencil Pro ね、来ておりますね。はい、新しいの対応で、あとマジックキーボードも出ました。新しいの。ここがね、アルミ素材になっております。あとトラックパッドとかもね、触覚になってるので、本当に Mac みたいに、ね、なりましたね。デザインがね、でも基本的には大きくは変わってないかなと思うんですが、側面丸くなりまして、で、これカメラね、なんか1個になりました実はこれライダースキャナーらしいですね。超広角カメラはやっぱりあんま使われなかったのか、そう、これは僕ね気づかなかったんですよ、買った時。すごいね、めっちゃくちゃ薄い基本的なデザインはねそんなに変わってないかなと思うんですけど、もうこのね厚みがもうすごいね細すぎる。いや、いいですよね。すごいかっこよくなっております。カラーはそう、スペースブラックとシルバーになっております。薄いにも程があるうわ、5.1mm。はい。で、5.1mm はね、13インチですね。11インチに関しては、5.3mm になってます。はい。で、特に13インチに関してはですね、約 100g 以上、100g ぐらいね、軽くなってるので、相当違うかなと思いますね。完全無欠。なんですごい丸っぽくなりましたね。やっぱりね、iPhone っぽくなったんじゃないかなと思います。シルバーとスペースブラックで。はい、ディスプレイですよ。この世界で最も進化したディスプレイって書いてあるけど、そうなんで、これちょっと見てみたいですね。1000ニット。ピーク輝度がマックス1600ニットになって、このコントラスト比がね、確か200万対1になってます。100万対1だったんですけど、一番この暗いところと明るいところの比率なんですけども、すごいなんでね、はっきりとくっきりと見えるんじゃないかなと思います。プロモーションディスプレイ対応してます。ただ10Hz からなので、iPhone は 1Hz からね、いけるんですけども、そこら辺は微妙に違うのかなと思いました。わ、すごいな、なんか。そうなんですよ。このタンデムスタックっていうね、今回ディスプレイが使われてまして、OLED、有機 EL を2つ重ねてるみたいなんですよね。1枚だとやっぱね、ちょっと暗かったみたいで、画面が大きいので、いや、すごいすごいね。この辺いいか。はい。で、ナノテクスチャーガラスがね、今回オプションで入りました。
まあ上に何ていうのかな、フィルム1枚貼ってあるみたいな感じではあります。コントラスト、まあ光とか当たった時に反射を抑えるものになってるんですけども、映り込みが結構減るっていうね、まあ、今までのディスプレイとかにあったものではあります。これアッサシンクリードかな。で M4 チップがね本当に来ましたねで M2 と比べてまあレンダリングに関して4倍かな高速になってて、 CPU 性能がだいたい 1.5 倍という風になっております。ちょっと見ようかな。雨がすごいな。はるか彼方へ準備完了。でもどうやら M3 のね MacBook Air の方がちょっと性能はいいみたいですね。見た感じはこのレイトレーシングがオンになったので影がねこうかなりリアルに見えるようになっております。ゲームとかはねすごいいいんじゃないかなって思いますけどね。雨がえぐいなiPadOS ね。結局まあパソコンではないですからね。まあペンシルプロが来たね。おお、もう作らずにはいられないからね。はい、想像力っていうのは何なんだこれ。これすごいねやっぱりな。もう作らずには直感的に使えるスクイーズ。これちょっと後ほどね見ますね。ギュッてねやると出てくるんですよ。ツールがここで切り替えられるので、まあ今まで多分こっちにこうペンを持っていってたと思うんですけど、まあそういうのしなくてよかったりとか、あとバレルロールとかもですね、まあ回転させるとね、本当のペンみたいに細さっていうかね、をコントロールできたりとか、まあ触覚フィードバック結構ね、いいかなと思いますね。これなんか気持ちよさそうですね。ギュッて握ったら返してくれるっていうのは。まあ、ホバー機能とかね、ダブルタップとか、まあ、今まで通り、ちゃんとついてるかなと思います。ひらめきのすぐそばに。まあ、なんで今、ラインナップとして Apple Pencil この Pro と USB-C になったのかなっていう感じで、マジックキーボードがですね、いやー、来ましたね。ポンポンっていう上にね、今回、このね、ファンクションキーがつきました。なんで、やっぱこれ見た感じ、もうほんとね、Mac と同じですね構造的に完全に Mac と一緒になっております。キーポイント見ようか。いやー、でもかっこいいんだよな。で、薄くね、軽くなりました。アルミニウム素材になってます、このキーボード。ただね、やっぱり、この底の部分と、裏側は、今まで通りの、まあ、シリコン素材っていうのかな。マットな感じらしいですね。どうやら上側だけ、キーボードっていうか、アルミニウム素材になってるみたいです。バックライトで、まあ、フルサイズのキーボードね。で、そうなんで、この精度がね、気になりますね、非常に。この触覚フィードバックが全体的に入ってて、あと、まあ、大きくなったので、これすごいね、Mac っぽく使えるんじゃないかなって思ってる。これがね、ある意味一番期待してるところかもしれないです。トラックパッドね、やっぱめちゃくちゃね、Mac 優秀なので、すごい期待しております。僕は勝手に。マイク、カメラ、撮影開始ということで、ライダースキャナーが多分これでかくなったのかな。同時になんかね、4つぐらい iPhone と、つなげることで、iPhone をカメラとして使って、なんか iPad で操作するみたいなこともできるらしいですね。で、フラッシュがね、なんか新しくなってて、カメラシステム、すごいな。撮る、編集する、共有する。そう、スキャンがね、なんかこの影、ね、撮る時ってこう影が映っちゃうと思うんですけど、その映り込みを自動的に消してくれるらしいです。これ結構ね、すごい。地味なんだけどめちゃくちゃ便利。モデリングとかね。まあ AR 系はやっぱりかなりね、いいですよね。ライダーついてるとめちゃめちゃ便利になるんで。で、これ横向きのフロントカメラついたんで、すごい自然な目線で、このビデオ会議とかできるのかなと思いますね。12メガピクセルの1200万画素の超広角カメラ入っております。いや、いいですね。マイクはただね、1個なんか減ってたのかな忘れたんだけど、スピーカーとかはおそらく変わってないけど良くなってないのかなどうなんだろう。はい。まあ外部ディスプレイ出力とかもね、今回ね、Wi-Fi 6E 対応かな。5G はなんかね、ミリ波はサブ6、ミリ波がね、なんか対応から外れてたみたいなのは僕は見たんですけども、まあ転送速度とかはね、やはりかなり速いので、サンダーボルトなのでね、ここら辺はやっぱり Air との違いはあるかなと思いますね。ワイヤレス接続とかね。はい。で、全部 eSIM になりました、今回から。なんで、物理 SIM を入れるところはなくなりました。はい。ついに、日本のモデルでも。iPhone はね、iPhone15 は、アメリカのモデルはですね、もうないんですけど、まあ多分次ぐらいからなくなるんだろうなっていう、まあ全部 eSIM っていう物理 SIM じゃないものになってます。しかもこれ学割になってるみたいだな。はい。これは嬉しいね。高いからさ。はい。でですね、まあ気になるお値段なんですけども、11インチが16万8800円からで、13インチが高いんだな、これ。21万8800円からになっておりますね。はい。XDR ね。まあ、13インチあらゆるもの、まあ、基本的なね、仕様は同じですね。全く。あらゆるものが見やすい。で、今回僕は11インチにしました。まあ、特にね、まあ、Mac が母体ではあるので、まあ、持ち運び考えたら僕は11インチかなっていうところで11インチにしました。
まあただ13でもいいかなっていうところはありますけどね。カラーがシルバーと、ブラックかでおります。これねすげえ迷ったんですけど、まあ僕シルバーにしました今回あえて。まあ、スペースブラックもねすごいいいと思うんですけどね、Mac のねカラーと同じなんないかなと思うんだけど、 MacBook Pro のシルバーしました。今回あえてちょっとエヴァンゲリオン感あるんだよね。今回ストレージがですね 256GB からになりましたので、まあ、その分値段が上がったっていうのはある。前128からだったんで、2テラだと34万とかかな確かで13インチが40万ぐらいだと思います。このナノテクスチャーかなに関してはこの1テラですかね。まあ僕は256にしました今回。まあそんな別にゴリゴリ使うわけじゃないんで。で、このナノテクスチャーガラスに関してはですね、1テラか2テラなので、まあ最低でも28万8000円から2になります高いでプラス、まあ、1万ぐらいかかるのかな。反射をすごい抑えるっていう感じかな。まあ、できる限りこの色のとか見た目を落とさずにナノテクスチャーね、個人的にはまあ別にいらないかなと思うんですけど、まあ、標準で Wi-Fi セルラーですね、まあ、大体3万5、6千ぐらい違う。刻印しないとかで、ペンシルをまあ僕ペンシル買いました。なのでこれは結構ねいいかなと思ったんで、あとマジックキーボードも買いました。でマジックキーボードに関してはですね、これ新しいのはねプロしか使えないですプロ専用になってました。なので iPad Air ね新しいの出たんですけど、そっちに関して今までのマジックキーボードを使うという感じになります。でホワイトにしました。すごいね色悩んだんですけど、いやーでもねこれ下側もね僕アルミだと思ってたんですけど、下側はやっぱりマット素材だったのでちょっと失敗したなって思いました。結構汚れるんですよねホワイトって。ブラックでもよかったなって思ったんですけど、まあ、ホワイトにしております。下取りはなしで、Apple Care は2万3000円ですかね。確かこれ2年間かな ?34 万まあ僕なんで256にしたので全部で24万とかでしたね。高い高いです非常に。まあそんな感じでございます。なので今ラインナップといたしまして iPad Pro 16万8800円で iPad Air が9万8800円で、 iPad のこの10世代9世代がなくなって、こいつがですね1万円下がりました。5万8800円になって、 iPad mini が特に何も起こらず今までと一緒で値上がりしております。8万4800円、6000円上がったかな確かっていう感じですね。なかなか難しいね。で、マジックキーボードね、まあ、今回なんでここがアルミになってトラックパッドが大きくなって触覚タッチパッドになったかな全部ね。まあかなり Mac になりました。ただまあ単身に関してはね、ここ1個しかないっていう感じではあるかな。で、アルミ素材はここの表面だけですね。で、4万9800円からで、ホワイト、ブラックで、対応モデルが出そうなんですよ。プロだけっていう。これなんでかよくわかんないです。はい。なんで、エアーに関しては従来通りのマジックキーボードで、価格はね、なんで上がったのかな確か5000円ぐらい上がってます。これだと新しいの欲しいよねってなって、まあそこもあってですね、僕結局 iPad Pro 買いました。まあ正直これがエアーで使えたら多分エアー買ってましたね、正直ね。クソクソって感じ。 iPad あるかな10世代用かなですね。であとペンシルが、先ほど見てもらった通り、2万1800円でございますね。これはでもね、デザインが変わんなかったっていうのは意外だったんですけども、に関してはただエアーも対応してます。 M2 のね新しいやつですが、おそらくそれ以外は対応してないみたいですね。スクイーズ、バレルロール3つが一番大きいところかなと思います。このホバーとかダブルタップは今まで通りですかね。第2世代も売ってんのか。そうなんだなんで今までのやつはこれ使えっていう感じではありますね。でも値段は、値上げしたんすねはい。で USB-C が入ってるっていう感じ、で第1世代も置かれてる、なぜか機能的なねあれもあるので、ここですね。今回ね探す機能も入りました。でエアーに関しては新風で、デザインは基本ね変わってないかなと思います。でも結構やっぱ値段のね差が7万円あるのでありかなと思いますけどね。てか全然エアーでいいと思いますね。ちょっとマジックキーボードだけ使えたらなと思ったんですけどね。新しいのが使いたかったら、ちょっとあれだけど、今回なんでポータブルサイズ一新しました。M2 チップ横向きのこのカメラね、はい、ここについてると。でリキッドレティナディスプレイで13インチね出ましたね。画面は今まで通り一緒で、これなんだ M2 チップか。おおすごいね。はい。性能はそもそもいいですからね。AI は強化されてるけど。で Apple Pencil Pro は使えます。はい。マジックキーボードは使えないんだけど、そんな感じかな。でもざっくり。で基本的なデザインはね、一緒で、カラーがですねこのブルーとターコイズっぽい感じかな。でもねパープル、スターライト、
スペースグレーっていう感じになっております。デザインは別によいしょと、そんな変わってないかな見た感じですね。ベゼルもそのままって感じ。いやいいですね。でも13インチがね、いや結構いいかなっていう気がする、正直。やっぱり表示器がかなり大きいですし、で600ニットね、13インチの方が少しなんですけど明るくなってます、画面が。そこもいいですよね。で価格が確か12万とかだったかな、3万円差だったと思うんですけど、はい来た、カットビチップこれはいいかな。はい、カットばしてもらって50% 向上、アプリね、 OS 中身は同じことできますからね、 iPad Pro と。はいでペンシル Pro も対応しておりますので、機能面もね全部使えます。なんで Air でペンシル買ってもいいかなっていう感じですけどね。で今までのマジックキーボードが使えるので、その買い替えって意味ではいいかもしれないですね。結構ね、昔のプロを使ってたりとかとはすごいいいんじゃないかなと思う。想像をはみ出そう。でカメラここについてます。ここの真ん中についてるから目線がねめっちゃ自然。先を行くバックカメラ。スピーカーもねいいと思うけどね、普通に。Wi-Fi6E で 5G もね対応してます。そんなところかな。トレードイン分割、学割もできますので、これね難しいよな正直な。エアでいいと思います僕はね。これもどっち選ぶかっていうところは非常にね、また動画にしますのでね、ぜひ気になる方はねチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。iPad Pro の、マジックキーボード使いたいから新しいやつを iPad Pro にしましたただあれが対応してエアが対応してたらエア買ってましたね正直。13インチも結構いいかなっていう気がするな。また細かいところねまた今度見ますので、プロとエアねそれぞれ出そうかと思います。なんで昨日この様子発表会ね見ながら配信してますので、結構でもね意外と見ていただいてね楽しかったですね。久々のね2年ぶりぐらいにしたんですけど、でコミュニティ欄とかでまた新しい動画をお知らせしたりとか、半減ね楽天リーベイツ、最新の商品はちょっと対象外にはなっちゃうんですけどね、はい、iPad 10世代とかは対象だと思うので、はい、チェックしてみてください。最近このソニーのやつとかもねレビューしておりますので、この動画少しも良かったなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。はい、またね次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。なかなかね、いやー本当に M4 チップ乗りましたね。正直すっごい迷いました。エアーとプロめちゃくちゃ迷ったんだよな。ぜひね皆さんコメントで教えてほしいです。どっち買ったとかどうとか理由とかね、買わなかった理由で何でもいいので。てか高いけどね、24万って24万飛んでったわ。